ちょっとやっぱバランスがね普通の武器と比べてちょっと特殊だからね。はい。なんかねこういうのやりたくなるね。あーってきた。こんにちは、神話流武術練成会です。師範代小島と警棒太郎です。はい、それでは今日は即席武器、即応武器、普段ですね、警棒使ってるじゃないですか。まあ警棒以外にも警棒として使えるものっていっぱいあると思うんですよね。まあいつも警棒を持ち歩くわけじゃないじゃないですか。まあいざという時に即席でその場にあるようなものを使ったり、最近こうウクライナ、ロシア情勢あるじゃないですか。まあ昔ですね、我が国も本土防衛、本土決戦というものを想定した時期がありまして、よく竹槍訓練っていうじゃん。竹槍300万本あれば米軍を退けられるといった大将がいたらしいんですけど、まああれってね、別に竹槍だけって話じゃない。日常にあるものを何でも使って戦おうと。だから今のウクライナがやってることと一緒ですよね。武器がないんだったら火炎瓶作って投げろ。そう。でこれって別に、まあ、今のウクライナ、当時の第二次大戦末期の日本だけじゃなくて、まあ、第二次世界大戦中のイギリスもですね、ホームガードっていうのがあって、実際にドイツが侵攻してきた時にそれを撃退するために、同じことをやってるわけですよ。その時に作られたのがホームガードパイプ、槍、鉄のパイプに先端に刃物を溶接してくっつけて槍にして、それで戦え、ユーラシア大陸を挟んで日本は竹槍、イギリスは鉄パイプに刃物を溶接一緒やん。やってること一緒なんだけど、まだ鉄パイプがね、あれだけねイギリスの方が物資が豊かだったと、そういうちょっと歴史の話なんですけど、ちょっと面白い本があるのでせっかくなんで紹介を。当時の日本の情勢がよくわかる大変素晴らしい資料集なんですけど、日本本土決戦という本なんですけどね、第二次世界大戦で本土決戦をどうやってやるかって、当然いろんな資料が残ってるわけですよ。でそういった資料をですね、一通りまとめてある素晴らしい本なのでぜひそういったジャンルに興味のある方はこれ読んでいただきたいんですけど、 Amazon のリンクを下に概要欄に貼っておきますんで、ぜひ買って読んでいただきたい。でこれによるとですね、いろいろあるんですよ。当然猟銃ある場合は猟銃で戦えあるんですけど、竹槍もですね、こうやって槍こう槍落つ、竹槍こう竹槍落つ、槍こうは出刃包丁を装着。一緒やん。イギリスと一緒やん。まあね、他にも担当、脇差し、弦能、飛び口、ハンマー、ステッキ、何でもありですね。もうとにかく何でもありですね。スコップ、棍棒、バット、鉄棒、とにかく何でも武器として使えるものは使いましょうというのがこの第二次世界大戦中の日本の本土決戦の備えなんですね。決して竹槍だけではない。これは強く言いたい。竹槍だけではないんですよ。で刀持ってる人は刀で戦えと。これ多分伏せ字入ると思うんですけど、必殺剣切り込み刀法っていうのがあるんです。これ小野派一刀流の当時のね師範されてた笹森純三先生という方がいらっしゃるんですけど、確か剣道協会の当時の剣道協会の偉い方なんですけど、その方が作った型が1本だけあるんですけど、実際にこう攻めてきた連合軍に対して刀でどうやって戦うか、要するに刀を使って敵を倒して銃を奪えって話なんですね。それを必殺剣切り込み刀法という名前を付けて全国紙に、全国の刀剣所持者に向けて発表したんですよ。すごい時代もあったもんね。絶対アウトですね。今じゃもう絶対 P ですね。全部 P ですね。気になる方はぜひ買っていただいて読んでいただけるといいのかなと思うんですけど、現実それをウクライナやってるわけですよ。そうですよね。いや本当にね、すごい時代になったなと。戦争にいいも悪いもないです。戦争は全て悪いし、どっちかが正しいなんてこともないわけですけど、いざ我が国がそういう状況に再びなった場合ね、国がこう侵攻されて、本当にウクライナみたいな状態になった時に、じゃあ我々は何を取って戦わなくちゃいかんのかと。今回はそういうのも絡めたホームセンターで手に入る武器ということでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではまず最初、皆さんご存知
バールのようなもの。バールですね。バールのようなものだね。まあね、バールってね、コンパクト、これ小さいやつ、でかいバールあるじゃないですか、長いのも、いろいろあるんですけど、こう結構取り回しも悪くはないんですよね。ちょっとやっぱバランスがね、普通の武器と比べてちょっと特殊だからね。今回ですね、これ決してこれを使って護身をしろとかそういうことではないんですよ。ないんですけど、やっぱり犯罪でバールってよく使われるじゃないですか。そうです。バールのようなものですよね、まさに。バールっていう武器の特性を知っておかないといけない。そういうための動画です。決してね、バールで戦おうということを推奨しているわけではないのでご注意ください。なんですけどね、まずバールの脅威、わかります？もう見てわかると色まで染まってますからね。そうですね。ダメですよね。一撃です。であとこっちをこうやってグリップ、滑り止めにして思いっきりこっちで振ります。切れますよね、この先端が。これはですね、だからたったこれだけの鉄の塊なんですけど、敵がバール持ってたらちょっと気をつけた方がいいですね。なんかね、警棒よりも打撃力があるようなその力の伝わり方がね、そんな気がしますね。これが滑り止めになるんで、こっちの方がね、なんか思いっきり打てる。こっちで思いっきり打たれたら怖いよ。怖いわ。これはね、やっぱバール持った人はね、本当怖いんで、気をつけてください。本土決戦するな、これもありだと思います。バールで、いざという時、例えばゾンビが発生した時です。ゾンビね。ゾンビが街中をうろついて、ホームセンターに逃げ込むじゃないですか。バールいいと思いますよ。やっぱ脳を破壊できます。そう、頭ね。そう、ガッセン。ゾンビね、ゾンビ。対ゾンビでもね。人間にそんなことやっちゃダメです。続きまして、ハンマー。ね、誰がどう見てもハンマーですね。多分それ以上詳しく説明する必要ないと思うんですけど、強いて言えばこれ木のハンマーなんですけどね、このサイズの鉄のハンマーは重くて使い物にならないです。昔のさ、中世のね、工場兵器ね、ダーン棒ハンマーみたいな、ドワーフみたいなのやるじゃない。そういうのに近い。これも棍棒の一種です。そうですね、棍棒ですね。警棒の親戚みたいなものです。なんでやっぱこれはね、うちとしてはちゃんと使いたいところです。で、あとこれいいのが、結構滑りの練習になります。結構ね、いい筋トレになるよこれ。めっちゃ先端に重りですからね。グッとね。物自体はそんなに重くない。そうですね。重くない。ただ先端に重りがあるんで重い。ですよね。もともと打撃を与える道具だから、こんなんでね、バンね、やられたくないでしょ。しかもね、この形だと相手がボディーアーマーとかね、なんかしらの防具を着装してても、その上からもソフトアーマーなんかだったらね、ドーンってそのまんま威力打ち抜けるからね。そうですよね。ヘルメットとかね。だからやっぱり大振りになっちゃうと良くないですね、こういうのは。これダメですね、こういうのは。自分がやるならこうで、ここで打つ瞬間にここをピュッ伸ばす。そういう打撃がやればかなり避けるの難しいですね。あとはこのね、テロリスト、侵略者ですよ。侵略者がいう時に後ろからこうね、ってあれですね。後ろから殴ると。やっぱパンチで何とかしようっていうのは、よっぽど空手をやってる人じゃないとできないじゃないですか。そうですね。何が起きるかわからないですから。それに備えて、こういうの使い方も練習しておくのはありなんじゃないかと。安いですしね。これ多分2000円くらい。安いですね。どこのホームセンターでも扱ってると思うんで、
普段はねこういう単レングとして持ってるのもすごくいいと思います、こうね、こういう木のハンマー片手でいこうか。音でかっ、バチーンと音するからね、うん、ジャストのこの刃筋があるね、ハンマーはね、うん、片手で使う道具じゃねえな、両手で持って、こういう感じだな、中に入ってる芯が折れそうだね。折れそうですね。殴ってて気持ちいい。ストレスね。うん。まあ野球みたいなね感じで打ち込んでも威力はね当然、当たるかどうかはまた別の話。やっぱ当てるんだったら短く持ってこういう形でね、そうでこうね。翻弄しつつこういう感じで、そうですね、鉄のハンマー、さっきと比較して全然ね、大きくない、ここにね鉄でもめちゃめちゃ重いよ、これはね重いっすね、これ重い、これは重い、これはちょっと扱うのはなかなかですね。これはね俺昔から持ってるやつでめちゃめちゃ使い込んでるんだけど、まあ素振りをね、ここでね素振りとして、ゆっくりやるとね、もうビリビリきますよ。きついですね。気持ちよくなっちゃう。まあこれもね使いようだと思うんだけどね。だからこれでこう、いやさすがにねスピードが遅すぎる。モンハンじゃないんだから。モンハンでこれちょっと。モンハンだったらいいんだけど。これはもう大丈夫かな。言うまでもないというか、もうちょっとこれが痛みそうですね。ね、あんまりやりたくない。一発だけやるか。絶対倒れるからちょっと。威力は団地ですね。今全く力入れてないの、これの自重だけ。自重だけ。ふわっとだけで。続きまして。鉄パイプ。ファイナルファイトですね。懐かしい。歯が市長が裸にねサスペンダーをつけて。これはねでも警棒術を応用して使えるかなと。ねこうやって、いつも。はい。やっぱ警棒と比べると重いんで、遅いです。そうですね。なんでやっぱ立ち回りを使ってね、少し工夫しないと難しいと思うんですけど、威力はね、まあ警棒よりよっぽど強い。まあ当然重みがね、段違いなんで。剥がし長こっちか、打撃するの。剥がし長はこっちで。ああ、そういう感じ。上段からこうだったような記憶が。でも個人的にはね、こういう形してるんだったらこっちストッパーにした方がいいと思う。そうですね。指かかりますからね。で威力増したいんだったらこっちにこういうね、他のパーツをくっつけて、ネジで留められるんで。剥がし長モデルのね威力。これすごいよ。全然違いますね。重っ。音がね、そうすごい。震え方も違うし、もう。違いますね。警棒の代わりになるかというとやっぱちょっと違う武器だね、警棒とはね。まあ、同じ棍棒というジャンルであるけど、もう一つ鉄パイプ第2号。
長い、長い。さっきのよりなね、かなり長い。まあね、ただ情をやってる人だったらね、これ使いこなせると思うんですよね。まあ当然これも威力がね、もう長い分ね、かなり遠心力を効かせて、ね。いろいろできるじゃん。はい。まあ使い勝手のいい長さだと思いますよ。俺はこっちの方は使い道あると思う。長いからリーチ取れますよね。で例えばこれをさ、普段はまあこれケープのね、モデルだけど、ここをこう斜めに切ってグラインダーとかで切ればいつでも槍になる単装ですよね。言ってることが竹槍なんですけどそうですね、そう竹槍なんですけど、発想がまあでもね、尖ってねこう削られたパイプなんてめちゃめちゃね、めちゃめちゃ怖いですよ。まあ当然そういう武器を持って襲ってくるやつもいるかもしれない。まあだから特にね、鉄パイプはね、脅威としてやっぱかなり強い武器なんで、思ってる以上に威力があるんで、みんながイメージするのって多分単管パイプなんですよ。単管パイプって薄いじゃん。あれはそうですよね。いやあれだって相当ダメージあるよ、まともに食らったら。だけど実際に鉄パイプってこっちなんだよね。だから細くて、単管パイプって普通こんくらいあるじゃなくて、細くて重い厚い密度のある管なんで、これはガードできないですね。上からあんなん来て両手でガードしちゃって、もう手バッキバキですよ。折れますね。なんでやっぱり鉄パイプとか、まあこういう特にね長物の武器を持ってる敵に対しては、まあ容易に近づかないようにするのが、対策の一番大切なところかなと思いますね。まあましてここね尖らせてるやついたらさ、槍だからね、短い槍なんで、まあ恐ろしいですよ。逃げるべきだと思います。情の要領で突きが強いかもね。突きの威力は高いよね。重いですから。重いしね、体重も入るし。これは怖いね。一番武器っぽいかも。扱いとして。この威力を軽くやるだけで、やっぱ両手武器だね。両手武器。威力がね全然違いますよ。なんかね、こういうのやりたくなるね。動きがね。振り回して何の意味があるんだ。そう。なんかでもね、情より重いわ。いや当たり前だけど、鉄だからちょっと情より短いから。短くて重い。まあ総じて情よりは使いづらいとは思いますけど、まあ強いよね。はい。続いてで買ってきた傘なんで。傘の傘です。傘なんですけど、まあ意外とね、傘って怖いですよ。この傘ね。まあよくある65センチの傘なんですけど、で傘ってじゃあ武器としては何なのかって話なの。鈍器かっていうと軽いですよね。そう、全然鈍器としての役は立たないんですよ。これ
ソ持ってて、持ってる相手に対してここでバシーンって打ったって、耐えれますよね。全然効果ない。所詮傘なので、特に傘ってここのこの取っ手との接合部分でもう簡単に折れるんで、叩く道具じゃないんです。ここで殴ったって、さっきと同じでここに負荷が殴った瞬間に負荷かかって一発で折れちゃうんで、これは叩く道具ではないです。鈍器じゃないですね。これがこうやってね、こうやってると、こうどんどんね、ほらなんかフェンシングの剣に見えてきたでしょ。なんとなくこれね、見えた人はねやばいですよ。そういうことで、傘なんですけど傘っていうのはつく武器ですね。武器として考えた場合、フェンシングのごとく怖いですね。怖いですね。そうすると、傘は当然この縦方向には結構強いんですよ。強いったって弱いですけどね、その普通の武器として考えた場合、だけど傘って持ち歩く機会多いじゃないですか。そうですね。そういう時に襲われたら、これで戦えるようにしておくっていうのもやってもいいかなっていう気がしますよね、傘で。そうですね。ただ所詮傘なんで、この辺でこうやってついたっていう意味がないので、顔ですよ、顔。顔に対してどうやって攻撃するか。ここ大丈夫。この辺、喉、あとはね、この顔、顔面に対して遠間からもっと遠間ね、映るかな。こんくらい離れた状態からあーっと来たらこう打つ。大丈夫。ちょっときついです。ちょっときつかった。面つけててもきつかったね。このやっぱ垂直の攻撃っていうのは結構今全然大して軽い突きでね、やったわけです。これを本気で喉に対してつけば、顔面に対してつけば、一応ナイフを持った敵ともそこそこ戦えないこともないかなと。なので、好きですよね。この正確に狙った場所に傘をつく練習って誰もしないじゃないですか。しないですね。傘で戦いたいならその練習はした方がいいと思います。護身術としてね、傘術。正確に。だからなんかこう的を作って、そこに対して傘を投げ込む。そういう練習をしていただければ、ね、応急の武器として使うこともできるかなとは思います。ただ竹槍で戦うより心もとないので、一発限り、対1人の暴漢相手だったら使えないこともないのかなと思います。ね、練習してもいいかなとは思うけど、こればっかりやってもねしょうがないんで同じ考え方でステッキ、ステッキは当然1本の木で作られてるんで、硬いじゃないですか。なのでそれはありだと思います。ステッキ術、フランスのね、サバットとかあれはステッキ使うので、ステッキは武器としては優秀だと思いますし、先ほどのこの本の中にもステッキで戦えっていうのは書いてあるんで、第二次大戦のね頃からステッキ術というのが武術の一環としてあるのかなとは思います。何を武器とするかっていうのは、考え方次第。何でも武器にできますし、日頃そういう何かこれを武器として使えそうだなっていうふうに考える癖を作る、そっちの方が重要だと思います。そうですね。だってないじゃないですか、これファイナルファイトじゃないですからね。ファイナルファイトの世界は落ちてるかもしれないけど現実社会でこれって落ちてないので、だからこれの練習してもあんまり意味ない、こういうのにこだわらず、何でも武器にする、武器として戦えるように日頃考えていくっていうのが
っぱりね、武術の研究というか、そういう考える傾向になるとは思います。今回はねちょっと大型なこういう武器ばっかり紹介だったんですけど、こういう動画に需要がありましたら今後も即席武器シリーズということで、シリーズ化してなんかねもっと手軽な即席武器とかね。そうですね、武器を知るっていうことはその守る自分をその脅威から身を守るためにすごい大切なので、危ないから危険だから考えないっていうのはやっぱ間違ってますよね。そうですね。やっぱり使える自分が使える武器じゃないと自分が使いもしないような武器から身を守るのはできないです。自分がこの武器の特性をちゃんと知ってて、間合いとか攻撃力を知ってるから、それに対応ができるんです。なんで例えば本当にこういうのを持って、襲う側はこれを用意できるんですよ。でしょ、車にさハイエースに6人くらい入ってさ、みんなホームセンターで適当に買ってきたこういうドンキを持ってさ、襲ってくるかもしれないじゃん、っていう可能性を考えたらやっぱこういう武器の脅威っていうものを自分が使えるようになった上で知っておくっていうことがやっぱり身を守るためにも必要なことなのかなと思いますので、傘だからってバカにしない、甘く見ない、敵が持ってる武器を過小評価しないっていうのがやっぱ大切かなと思います。大丈夫？結構やられたことないじゃん、傘で疲れたとか。これ稽古でねこれやるとね、俺ここに当てる自信あるからさいいけど、この辺当たった時危ないからこれ基本やらないでくださいね。なんかね練習するならなんか同じくらいの長さの棒で練習するとか。そうですね。あとはもうねフェンシングのね、これで普通にこういうさのにこう正確に同じ場所につく練習をすればいいですね。これなら安全、これをそのまま傘に持ち帰ればいいだけ、本番ならと思いますんで、あんまりさっきやったのはあくまでもデモンストレーションということで真似しないようにしていただければなと思います。今後もですねこういった慶応のレビュー動画とか、こういう武術グッズのですねレビュー動画を作ったり、皆さんの武術稽古の参考になりそうなそういう動画を今後も上げていきますので、そういう動画見たいなと興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。お願いします。この動画面白いなと思っていただいた方はぜひグッドボタン、あと、武術に関する、どんなテーマでもいいんですけど、なんかお困りごととかご意見ご質問等ございましたらぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。あとですね、東京と神奈川の方で定期的に稽古会も開催してますので、稽古会に興味のある方はぜひ概要欄にホームページへのリンクがありますので、そちらから体験稽古にお申し込みいただいて一緒に稽古をできればなと思います。そちらもどうぞよろしくお願いいたします。では本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。